ブッダの教え、執着心をなくす。ある日、ブッダは、集まってきた弟子たちに説法を始めました。弟子たちよ、例えば私たちの前に、大きな川が流れていたとしよう。そして、こちらの川岸は、まさに地獄であったとしよう。辛く、苦しく、悲しいことばかりが繰り返される。しかし向こう岸を見れば、安らぎと幸福に満たされた安住の地だ。ぜひ、こちら側の岸を離れて、向こう岸へ渡っていきたいと思ったとき、あなたたちなら、どうする？と問いかけました。一人の弟子は、橋を渡っていきますと答えました。もう一人の弟子は、渡し船に乗りますと答えました。ブッダは、残念ながら、川には橋も、渡し船もない。だから私たちは、自分たちで材木を集めて筏を作って、向こう岸へ渡らなければならない。さて、もう一つ、あなたたちに問う。自分たちで作った筏で、向こう岸へ渡った。もう筏は必要なくなった。それでもあなたたちは、筏を捨てずに、大切に所有していたいと思うだろうか。弟子たちは、はい、そう思いますと答えました。するとブッダは、その考えは間違っていると言い、さらに続けました。用がなくなったものを、いつまでも所有しておくことはない。確かに筏は、川を渡るために、役に立った。しかし、川を渡り終えてしまえば、もう筏には用がなくなると語りました。弟子たちは、用がなくなったものは、捨ててしまえばいいのですか？と問いました。ブッダは、その通りだと答え、続けました。用がなくなったものは、捨ててしまえばいい。持っていようと考えると、そこに執着心が生まれる。執着心は、自らの運命に、災いがもたらされることになるだろう。それは、人生においても同様だ。そのように、過去の成功に執着していると、悟りは得られない。弟子は、よくわかりました。そのようにしますと答えました。未来を切り開く、二つの方法。この話には、二つの大切な教えが含まれているように思われます。一つ目は、楽をするではなく、自分で努力することです。ブッダは、安住の地である、川の向こう岸へ渡るためには、自分たちで筏を作って渡らなければならないと説いています。これは、苦難からの脱出は、楽をしては果たせない。努力により、道を切り開くことを教えているのです。二つ目は、過去の成功に執着しないことです。ブッダは、向こう岸に渡ることができたのだから、もう筏には用はない。用がなくなったもの、すなわち、過去に執着することは、運命に災いをもたらすと言っています。執着心というのは、自分本位の考え方で、そのような考え方を持っていると、周囲から取り残されることになる。また、新しいチャンスを見逃すことにもなるとも言えます。ブッダは、より良い環境へ行くためには、自ら努力し、必要なものを得ること。目的が達成された場合には、そのものや成功に執着しないこと。人生において、常に新たな努力をすることで、より良い選択ができるよう、執着心をなくすことを説いているのです。